これは、量産車。これは、ラリーカー。モータースポーツの世界では、量産車からレーシングマシンを作り、逆にレーシングマシンから量産車にフィードバックする、というサイクルがある。私もこれをやってみたい。ので、今回は量産型 GP ワイルドをベースにマジラジマシンを作り、何かしらの形でフィードバックしてみよう。マジラジとは、魔改造自作ラジコンの略で、最低限のレギュでラジコンレースしよう、的なやつです。方針としては、GP ワイルドは走破性重視の設計で速度が遅いので、ギア比を速度重視に変更。さらに電池を2本から4本にして出力アップを図る。これによって、走破性が高くてそこそこ速度も出る、的なバランスの良いマシンに仕上げる算段。というわけで開発を開始する。と言っても駆動系などはベース車両のまま、電池ボックスを変更するだけなのでサクッと設計完了。さすがに物足りないので、ちょっと追加要素を盛り込んで、3D データ完成。これを 3D プリントするのだけどその前に、突然ですが皆さんは、アルパカを飼っている 3D プリンターメーカーをご存知ですか？そう、プルサですね。次世代モデルの 3D プリンター、コアワン L をご提供いただいたので、これを使って開発を進める。このプリンター、造形サイズが大きかったり速度がめっちゃ速かったり、色々とすごいプリンターなのだけど、個人的にいいなと思った点が2つ。1つはセットアップの簡単さ。ディスプレイを取り付け、ヒートベッドのネジを外し、スプールホルダーを取り付ければ準備完了。電源を入れて言語を選べば、開発者のジョセフ・プルーシャ氏とこんにちは。キャリブレーションなども必要なし。2つ目は対応材料の豊富さ。かっこいい囲いに覆われているので、内部が高温でないと出力できない材料も使える。さらにプレートの裏側にファンがついていて、内部を効率よく温めることができる機能付き。と言いつつ今造形しているのは、高温にする必要がない PLA というベーシックな材料。なんで最初から強い材料にしないかというと、出力しやすい PLA で形状を煮詰めて、いける、これならいけるで、となったら、満を持して強い材料で出力するという算段。開発の効率化ってやつですね。そんなこんなで出力したのはこちらのホイール。めっちゃ綺麗な造形だ。組み立て前に下ごしらえ。使うのはワイルドミニ四駆のホイール。プラスチック用のカッターの子でカットしていく。こんな感じにギア部分を分離したら、断面が平らになるように紙のヤスリで整える。これで下ごしらえ完了。そしたらこいつらを、合体。シャーシ側からビスを立てて、ベアリングやスペーサーを入れて組み立てて、最後はナットで固定。通常版と比較するとこんな感じ。2個のベアリングで支えているので、圧倒的にスムーズになっている。いける、これならいけるで。というわけで強い材料で本番。コアワン L は賢いので、内部温度を高くしたい時には自動で戸締まりをしてくれるのだ。ちなみにこれはプルサの PC ブレンドという素材で、機械的強度や耐熱性に優れている。ちなみに、全部一体でプリントする、という選択肢もあるけど、今回は元のギアの精度と 3D プリンターの自由度、いいとこ取りのハイブリッド作戦を選択。電池ボックスも PLA で何回か出力し、本番召喚中。こちらは PC ブレンド、カーボンファイバー。先ほどの PC ブレンドに炭素繊維を配合したつよつよ材料。物性だけでなく見た目も素晴らしいですね。合成が高いので叩くと良い音がする。何かしらの楽器とか作れそう。せっかくなのでギアボックス部分も同じ素材で召喚。組み立ていってみよう。右ユニット。アッセンブル。左ユニット。アッセンブル。そしたら3つを、ガッチャンコ。受信機やモーターなどをまとめて、インストール。追加要素も搭載。ここに磁石が仕込んであって、バネの代わりに磁力の反発を使うやつ。ゆうたしがよくやっている方式のパク。これにボディを装着すれば、レース用左右独立サイドワインダーギアトレーン式四駆、GP ワイルド MBM、完成だ。MBM はマジラジ、ベアリング、マグネットのイニシャル。ホイールベースは変更なしだけど、トレッドが片側 12mm ほど広がっている。それと少しだけキャンバー角もつけてみた。やってくれそうな感じがする。その他の変更点としては、駆動の可動軸をリアにして、フロントが上下するようにした。
高速走行時は路面からの衝撃がフロントに加わるので、磁力サスとの合わせ技で良い感じになるかなと。動きをスローで見るとこんな感じ。フロント側はしっかり動いている。けどリア側はほぼリジットなので、衝撃を吸収できていない。マシン重量は電池込みで約 335g。量産型 GP ワイルドは約 252g なので、80g 以上増加している。オフロードサーキットで走らせてみよう。前日雨が降ったので路面は固く締まっているけど、小さい雑草がたくさん生えている、という感じのコンディション。2周のタイムを計測しよう。おー、なかなかの速さ。操作がちょっと難しく草に突っ込んだ。そこいけるんか。左右の回転差で曲がる方式は、癖が強くてコントロールが難しいけど、どうやら走破性は高そう。1周目のロスを挽回すべく爆走中。おっと、大きいミスをしてしまった。立て直して最終コーナー。ミスを取り返そうと焦ってさらに大きなミスをする。何事でも焦りは禁物ですね。リトライ行ってみよう。今度は速度控えめで慎重に走る作戦。と言いつつちょっとふらついたけど、ここで焦ってはいけない。いい感じにみかんコーナーを通過。2周目突入。車体サイズ的に奥の方は見にくいけど、気合でどうにかするしかない。最終コーナーどうだ？ちょっと危ういけどなんとか通過し、ゴール。タイムは 23.69 秒。以前作ったバギー工作 RC のタイムを上回った。面白そうなので重ねて比較。スタートダッシュは GP ワイルド MBM が優位。しかしフラフラしているうちに抜かれてしまった。どちらのマシンもスロットル控えめで走っているけど、結果的に同じくらいの速度になっている。2周目突入。ここでバギー工作 RC がスピンし逆転。GP ワイルド MBM がリードし最終コーナー。そのままゴール。バギー工作 RC に比べて、速度が劇的に向上している感じではないけど、今回重要なポイントがもう一つある。バギー工作 RC は大事な場面で砂スタックしてしまった。今回のマシンは砂地を走破できるのかテストしてみよう。低速から徐々にスピードアップしていこう。なるほど。さすが4区、これくらいなら全然問題なさそう。急に向きを変えても、アクセルオンでパワースライドするぜ。これはなかなか楽しいですね。次はデコボコ路面で足の動きをチェック。これは、なんかわちゃわちゃしているぞ。ちょっとわかりにくいのでスローで見てみよう。スローで見るとわかりやすい。ちゃんとタイヤが上下しているぞ。ただし減衰装置がないのと、リアがほぼ動かない影響か、大きい石に当たるとバタバタしてしまう。まだまだ改善できそう。今回マシンに実装したパーツの中で、ベアリングホイールと磁力サスペンションの2つを、量産型 GP ワイルドのパーツとしてアレンジしてみた。ニコニコ超会議の後にでも製品化してみようと思う。ところでニコニコ超会議といえば、去年、ホビーアニメ再現部として出展してましたが、今年は、超ホビー研究所、としてパワーアップ。イカれたメンバーたちと一緒に、ミニ四駆、ベイブレード、ビーダマンと、平成ホビーを詰め込んだブースを展開。私はモキチ氏と共にジオラマコースを並べて、GP ワイルドの体験走行やデモランをやるので、ぜひ遊びに来てください。ちなみに以前小学生に託したパネル、もう少しで完成というところまで仕上がっている。一足先に GP ワイルドで追いかけっこして遊んでみましたが、控えめに言ってめっちゃ楽しい。ちょっと遊びすぎて破損しているので、修正してもらって超会議に持っていこう。それとも吉氏と共に追加のパネルを作っているので、こちらもお楽しみに。今回は GP ワイルドをマジラジ仕様にカスタム。そこそこの速度と高い走破性を兼ね備えたマシンになった。ただし左右の回転差で曲がる方式は、操縦の癖が強いので、もっと練習して自在に走れるようにしたい。そして別のコンセプトのマシンも構想しているので、マイペースで開発していこうと思う。浜辺も試しておこう。スピードアップ。
跳ねているけど走れていると。ああ、ウィリーしてしまった。けどバックで復帰。さらに安定性を高めるには、ホイールベースやトレッドを拡大しないと厳しいか？芝生の上で走らせていたら、なぜか蝶々が追いかけてきた。自然川でラジコン走らせた時にも同じようなことがあったので、多分蝶々はラジコンが好き。